あなたはこんな経験ありませんか？家中の収納を全部同じメーカーの綺麗な箱で統一しようと思い立ったこと。ありますね。無印とか IKEA とかで一気に揃えたくなるやつですよね。そうそう、それです。最初はこれで見た目もすっきりするし、どこに何があるか一発でわかるぞって、ワクワクするんですよね。計画している時が一番楽しいですからね。なんですけど、いざやってみると、靴下を入れるには箱が大きすぎて空間が余るし、逆に冬物の分厚いコートを押し込もうとすると蓋が閉まらない。サイズ感が合わないんですよね。はい。で、結局、箱の外に物が溢れて、なんか以前より使い勝手が悪くなってしまったみたいな。頻繁に耳にする失敗談ですね。見た目の美しさとかその統一感という理想を追求するあまり、中に入れるものの機能とか特性を無視してしまう。そうなんです。日常の動線を完全に忘れてしまうんですよね。実はシステム設計の世界でも、これと全く同じ構図の罠が存在するんですよ。今回のディープダイブでは、まさにその罠にはまりかけたある巨大組織のケーススタディを解き明かしていきます。ここでは仮に組織 X と呼びましょうか。いいですね。この組織 X が 2020X 年に直面した壮大なネットワーク統合プロジェクトですね。はい。様々な部署のシステムを一つにまとめようとした彼らが、なぜ途中でそれを断念し、全く別の運用 DX へと鮮やかな方向転換を遂げたのか。よし、これを紐解いていきましょう。この事例はですね、規模の大小を問わず、あらゆるプロジェクトリーダーにとって非常に示唆に富む内容になっていますからね。あなたが職場で直面するかもしれない無謀な標準化プロジェクトを回避するための最高のヒントが詰まっていますからね。まずは、彼らがなぜ統合を目指したのか、その背景から整理していきましょうか。舞台は 2020X 年ですね。組織 X は管理体制の一元化、そして標準化という壮大な目標を掲げました。拠点ごとにバラバラなネットワーク機器を同じメーカーに統一して管理画面も一つにするというものですよね。これによって担当者 A から別の担当者への引き継ぎをスムーズにして属人化を防ぐ。さらにコストも削減できると。これ経営陣からすればやらない理由がないほどの正論じゃないですか。美しい一枚の設計図にまとめたくなる気持ちはすごくよくわかります。経営的な視点から見れば資産の可視化とかガバナンス強化、あとはボリュームディスカウントによる調達コストの削減など物理的な統合はメリットだらけに見れるんです。ところがですよね。いざ現場の蓋を開けてみると、組織 X を構成する3つの巨大な拠点がそれぞれ全く異なる顔を持っていることが判明するわけです。はい。ここからが現実の厳しいところです。資料を読み込んでいくと、この違いが想像以上にえげつないんですよ。単に使っているルーターのメーカーが違うというレベルの話じゃなかった。全く違いましたね。まず一つ目の拠点、組織 X の本部です。ここは学外ネットワークとか教育研究システム、事務ネットワークという堅牢な3層構造になっていました。セキュリティを物理的にも論理的にもしっかり分離して仮想サーバーを運用していたんですよね。はい、これだけ聞くと非常に優秀に見えますよね。そうですね。論理的な仮想空間の管理については高度に制御されていたと言っていいでしょう。ただ、インフラの足回りに目を向けると深刻なブラックボックス化が進行していました。そうなんです。仮想サーバーはどんどん作れるのに、物理的な IP アドレスの台帳管理が全く追いついていなかったんですよね。さらに壁のポートと裏側のスイッチがどうつながっているかという物理的な収容表も更新されていなくて、もう誰にもわからない状態になりつつあった。これが仮想と物理のギャップなんですよね。仮想環境はソフトウェア上で完結するので、変更履歴とか現在の構成を自動で取得しやすいんです。なるほど。でも、物理的なケーブルの抜き差しとか、現場での急な機器追加って、作業した人間が手動で Excel なんかの台帳を更新しない限り、システムには反映されませんよね。確かに。とりあえずつないでおこう、みたいな現場の応急処置が積み重なっていくわけですね。その通りです。その結果、図面と現実が次第に乖離していく。いざ障害が起きた時に、物理的にどこが壊れたのを探すだけで、数時間、数日が解けてしまう状態だったんです。仮想空間の進化スピードに物理的な管理手法が全く追いついていなかったと。さて、本部がそんな堅牢だけど足元がおぼつかない状態だったのに対し、道路を一本挟んだ2つ目の拠点、つまりキャンパス側は全く別の危機に瀕していたんです。2020X 年に全学生への BYOD、
つまり個人端末の持ち込み導入を控えていたんですよね。はい。これってネットワークインフラにとってパラダイムシフトですよね。大事件です。学生一人がスマートフォン、ノート PC、タブレットと複数台のデバイスを同時に持ち込んで接続するのが当たり前になりますから。単純に接続数が増えるだけじゃないってことですよね。そうなんです。セッション数やトラフィックが文字通り爆発的に増加します。にもかかわらず、キャンパスのインフラは10年以上前に設置された老朽化した Cat5e のケーブルのままだったという。これリスナーの皆さんもご存知かもしれませんが、Cat5e って理論上は 1GBps 出るとはいえ、現代の環境向けじゃないですよね。全く違いますね。数百、数千のデバイスが同時に高画質の動画ストリーミングとか、クラウド連携を行うような環境を想定して作られたものではありませんから。はいはい。古い細い土管に滝のような水を流し込もうとしている状態です。パケットの遅延や複層が起きるのは火を見るより明らかでした。さらに問題だったのは、キャンパス側が運用保守の多くを外部業者に強く依存していた点ですよね。キャンパスの担当者としては、とにかく早く配線を新しくして通信容量を増やしてくれと、機器の統一とか言ってる場合じゃないと悲鳴を上げていたわけです。そして最後、3つ目の拠点が組織 X の病院拠点です。ここは前の2つとは完全に次元が違いましたね。24時間365日、1秒たりともシステムの停止が許されない、絶対停止不可のミッションクリティカル環境ですからね。病院のネットワーク停止ってすなわち電子カルテの閲覧不能を意味しますもんね。はい。それは単なる事務作業の遅れではなくて、手術や救命活動における致命的な医療事故に直結しかねないんです。単なる不便とかクレームでは済まされない世界だと。そのためこの病院拠点では、特定のベンダー A が提供する電子カルテシステムにインフラ全体が強く依存していました。さらに厚生労働省のガイドラインに基づく厳しい外部監査への対応とか、高度なサイバー攻撃対策も導入されています。これ私なりに考えてみたんですけど、銀行の金庫室と野外フェスの会場と救命救急センターのセキュリティシステムを全く同じ規格で作ろうとしているようなものですよね。ここで非常に興味深いのは、まさにその例えが本質をついているという点なんです。一見すると、これらの極端な違いは組織としての統制が取れていない不備に見えるかもしれません。規格外れのイレギュラーなのかなと思ってしまいます。しかし、インフラの視点から見れば、これは各拠点が自分のミッションを遂行するための機能的必然なんですよ。機能的必然。でも、特定のベンダー A にそこまで依存してしまうのって、IT 戦略としては一般的にベンダーロックインと呼ばれて避けるべき握手とされがちですよね。一般論としてはそうですね。しかし病院の場合、もし患者の命に関わるシステム障害が起きたとき、複数の汎用メーカーの機器を組み合わせていたため、どこに原因があるか分かりませんという言い訳は通用しません。なるほど。絶対に許されない言い訳ですね。特定のベンダーに深く依存することは、システム全体の動作検証が隅々まで行き届いているという保証なんです。なるほど。障害時に即座に対応させる SLA、つまりサービス品質保証を担保するための極めて合理的な選択なんですよ。キャンパスが外部業者を使って柔軟に対応しようとするのも、次々と変わる教育環境の変化に追従するためだったわけですね。その通りです。このヘテロジニアス、つまり異質性こそが、それぞれの拠点の専門性を支える根幹なんです。ということは、それを無理やり同じ箱に押し込もうとするのは、単に難しいだけじゃなくて、各拠点の業務遂行能力そのものを破壊しかねない危険な行為だったと。学一化の暴力とも言えますね。この圧倒的な違いという現実に直面した組織 X は、
合計3回の全体会議を経て、ある大きな決断を下します。はい。それが、ハードウェアやシステムの物理的な完全統合の断念です。この決断は一見するとプロジェクトの妥協とか挫折のように受け取られがちです。しかし、このケーススタディの核心は、これが極めて論理的で戦略的な英断であったという点にあります。統合を断念した論理的根拠は大きく2つありましたね。まず1つ目がスポフ、つまり単一障害点のリスクです。すべての拠点のネットワークを物理的に一つのアーキテクチャに統合するということは、急所が一つになるということです。もし本部でルーティングの設定ミスが一つ起きた場合、あるいは未知のマルウェアによるサイバー攻撃を受けた場合ですね。ええ。システムが密結合していると、その影響が瞬時に全拠点に波及してしまいます。本部の担当者のちょっとしたヒューマンエラーで、病院の電子カルテがダウンして手術がストップする。想像するだけで恐ろしいですね。リスクが高すぎます。そしてもう一つの理由が、予算のスパイク、つまり高騰と、ベンダーロックインの回避でした。各拠点のネットワーク機器は導入時期が違うため、当然ながらライフサイクル、寿命もバラバラです。はい。これを無理やり一つのタイミングで一斉に更新しようとすると、財務的に深刻な問題を引き起こします。まだ残り寿命が7年もあってピンピンしている本部の高額なスイッチを、病院側の更新タイミングに合わせてわざわざ廃棄しなきゃいけない。それは明らかな資産の無駄ですよね。しかも全拠点分の機器を一度に買い替えるとなれば、特定の年度に大規模という莫大な予算が集中してしまう。 IT 部門にとって特定年度への極端な予算集中は絶対に避けたい事態です。経営会議での承認も下りにくくなりますし。そうですよね。何より一度その一斉更新のサイクルに乗ってしまうと、5年後10年後もまた同じ莫大な予算を確保し続けなければならなく、事実上その機器メーカーから抜け出せなくなります。ここからが本当に面白いところなんですが、ちょっと意地悪な見方をさせてください。はい、どうぞ。物理的な統合を諦めて、機器の更新はこれまで通り各拠点のタイミングでバラバラに行う。つまり資料にあるさみだれ式更新を継続するってことですよね。そうなりますね。それって厳しい言い方をすれば、結局統合は難しかったから現状維持でいこうという思考停止の言い訳に聞こえませんか？リスナーのあなたも、それってプロジェクト失敗じゃないのって疑問に思ったのではないでしょうか。非常に鋭い指摘です。実際多くの企業で DX プロジェクトが頓挫する際、やっぱり現場の反発が強くて現状維持になりましたという結末を迎えることは珍しくはありません。はい、よく聞く話ですよね。しかし組織 X が優れていたのは決して現状維持に逃げたわけではないという点です。彼らはここで戦略的デカップリングという概念も持ち込みました。戦略的デカップリング、分離ですね。具体的に何を切り離したんですか？簡単に言えば、ハードウェアの更新時期という財務的物理的なライフサイクルと、日々の運用を標準化するという業務プロセスをあえて切り離したんです。ちょっと待ってください。つまりどのメーカーのスイッチを使うかという物理的な箱の話と、それを人間がどう管理するかという運用のルールを別次元の問題として捉え直したということですか？その通りです。ハードウェアは各拠点の要件とタイミングに合わせて分散させる。これによって全拠点同時ダウンという SPOF のリスクを回避し、かつ予算のスパイクも平準化できる。なるほど。その上で彼らが本当に統合すべきだと気づいたのは機器ではなく、人間の働き方だったわけです。それが次のステップである運用 DX への鮮やかなピボットにつながるわけですね。ええ。ハードウェアは分散を維持したまま、インフラという線をつなぐのではなく、運用という業務をデジタル技術で標準化していく。見事な方針転換です。では具体的にどんな運用 DX をやったのか、資料には3つの具体的なアクションプランが書かれています。まず1番、現場へのインパクトが大きそうだったのが、資産管理の自動化です。ネットワーク機器の物品調査や棚卸しと呼ばれる作業ですね。これが現場のインフラ担当者にとってどれほど重労働か、いやもう考えただけで気が遠くなりますよ。本当に大変なんです。デスクの下に潜り込んで、ほこりまみれになりながら、何十本というケーブルの束をかき分けて、スイッチの裏にある小さなシリアルナンバーを懐中電灯で照らしながら目視で確認する。しかもそれを Excel に手入力していくわけですよね。何千台も。そうそう。膨大な時間と労力が奪われる上に、手入力によるミスも必ず発生する、極めて非生産的な作業です。組織 X はここにメスを入れました。すべてのネットワーク機器に RFID、
つまり無線個体識別タグを貼り付けたんです。アパレルのお店とかで導入されている技術ですよね。でもちょっと待ってください。確かに導入後は楽かもしれませんが、何千何万という既存のルーターやスイッチ一つ一つに RFID タグを貼って回る作業自体がとんでもない悪夢のようなロジスティクスになりませんか？おっしゃる通りです。箱を統一する以上の労力がかかりそうに思いますよね。確かに初期導入時の労力は絶大です。ですよね。しかし彼らは一度の痛みを伴う投資と永遠に続く無駄な手作業のコストを天秤にかけたわけです。なるほど。RFID を導入すれば担当者はリーダーを持って機器の近くを歩くだけで瞬時にどの機器がどこにあるかをデジタル台帳と連携して特定できるようになります。手作業による目視確認を根絶できると。はい。劇的な工数削減と正確性の担保を同時に実現できる。長期的な投資対効果を考えればやる価値は十分にあるという判断です。一時的な導入コストを受け入れてでも未来の人間の時間を買い戻したわけですね。さらに2つ目のアクションとしてインフラの可視化、つまりデジタルツインの構築も進めました。先ほど本部の課題で出た物理的なポートの収容表がブラックボックス化しているという問題に対する解決策ですね。はい。壁にある情報コンセントと裏側のサーバールームにあるスイッチのポートがどう結びついているか、これを全拠点で共通のフォーマットでデジタル化し、常に最新状態に保つようにしました。これ、情報が標準化されるとどういうブレイクスルーが起きるんですか？最大のメリットは遠隔からの一時対応が可能になることです。遠隔からですか？例えばキャンパスでネットがつながらないと連絡があったとき、わざわざ担当者が現場に車で向かわなくても、本部にいる人間がデジタルの収容表を見て、このポートの設定が飛んでいるなと遠隔でトラブルシューティングできるんです。それはすごいですね。物理的に同じ機器を使っていなくても情報とプロセスが標準化されていれば誰でもどこからでも対応できる。俗人化を防ぐという当初の目的を機器の統一ではなく情報の可視化で達成してしまったわけです。そして3つ目のアクションがナレッジ共有です。ここで最も厳しい環境だった病院拠点の知見が生きてきます。と言いますと、病院ではすでにプロジェクト管理ツールやチャットツールを使って障害対応の記録や手順を組織のナレッジとして蓄積する文化がありました。ミッションクリティカルな現場だからこそ個人の記憶に頼らない仕組みが発達していたわけですね。はい。その病院の進んだやり方を組織全体に横展開したんです。拠点ごとに閉じていた知識を一つのプラットフォームに集約する。これも立派な DX ですね。いやー、全体像が見えてきました。これって交通インフラに例えると分かりやすいかもしれません。ほう、交通インフラですか？組織 X は最初、効率化のために全員で同じメーカーの同じ車種に乗ろうとしていたわけです。でも、病院には患者を運ぶ救急車が必要だし、キャンパスには大人数を運ぶバスが必要だった。車種を統一するのは各拠点のミッションを考えれば現実的ではありませんからね。だから車種、つまりハードウェアを統一するのはやめた。でも、交通ルールとカーナビの地図データ、つまり業務のプロセスと情報基盤だけは全員で完璧に統一しましょうと。なるほど。そうすれば誰がどの車に乗っても同じように安全に迷うことなく目的地にたどり着ける。素晴らしい比喩ですね。これをより広い視点で見るとまさにその通りで、物理的な機器を統合しなくても非生産的な手作業から担当者を解放し、情報とプロセスを共有することは十分に可能です。これによって、組織全体の IT ガバナンスと何かあった時のレジリエンス、回復力は飛躍的に高まります。つまりどういうことかというと、真の意味での統合とは、物理的結合ではなく知的結合なのだという結論に至ったわけです。知的結合。最初は同じ箱に全部詰め込もうとして失敗しかけだけれど、中身の本質を見極めて見事に仕組みを変えたと。さて、このテーマを聞いているあなたが自身の会社で大きなプロジェクトを任されたり、立場の違う異なるチームをまとめようとしたりするとき、ぜひこの組織 X のケーススタディを思い出してください。統合や標準化という美しい言葉の魔力に踊らされて、手段、つまり物理的統合が目的化していないか、本当に解決すべき課題は何なのか、常に自問自答する必要がありますね。本当に揃えるべきは、システムやツールそのものではなく、業務の質や知識といったプロセスの方ではないか、そう問いかけることで無謀なプロジェクトを回避できるはずです。組織が直面する壁は、得てして物理的なシステムの問題ではなく、プロセスや人間同士のコミュニケーションの壁であることが多いですからね。まさにそこです。最後に、
今回の資料には書かれていない一歩踏み込んだ思考実験をあなたに投げかけて終わりたいと思います。組織 X は RFID やチャットツールといった DX を駆使して人間の時間と労力を泥臭い単純作業から解放しましたよね。膨大な手作業の時間が浮いたはずです。ということは、究極のデジタルトランスフォーメーションが行き着く先というのは、機械やシステムをどう管理するかという技術的な問題ではない気がするんです。というと、もし明日、会社のシステムが完全に自動化されて完璧に動くようになったとしたら、私たちはその浮いた時間を使って人間同士がどうコミュニケーションし、どう心理的につながり合い、新しいアイデアを生み出していけるのか。なるほど。実はシステムの問題というのは、私たちが人間同士のコラボレーションから逃げるための都合のいい言い訳だったのではないか。そんな極めてアナログで人間臭い課題こそが DX の最終地点なのではないでしょうか。全てがデジタル化された後に残るのは人間にしかできない対話と創造性だということですね。システムが完璧になった時、真に試されるのは組織の人間力なのかもしれません。あなたはどう思いますか？システムが勝手に回るようになった時、あなたのチームはイノベーションを起こす準備ができているでしょうか？次に家の中の収納箱を眺める時にでも、ぜひこの話を思い出して考えてみてください。無理に全部を同じ箱に詰め込む必要はもうないかもしれません。